脳がバグる。カロリーゼロなのに太る。人口管理量に隠された不都合な真実。導入。食卓の上の穴。よーし、ダイエットと健康のために今日からジュースは全部このゼロカロリーや糖質ゼロにするぞ。これならいくら飲んでも太らないし体にいいよね。あきらくん、ちょっと待って。それ本当に体にいいと思って選んでいるの？だってカロリーがゼロなんだよ。太るわけないじゃん。実はね、ゼロカロリー飲料を日常的に選んでいる人ほど逆に太りやすくなって糖尿病や脳卒中のリスクが跳ね上がるという恐ろしいデータが世界中で発表されているのよ。そんなの矛盾してない。哀れな人間よ。カロリーゼロという甘い言葉の裏でお前たちの脳と舌が実験室の化学物質に完全にハッキングされていることにも気づかないのかにゃ。現代食の裏に隠された砂糖より恐ろしい人口管理量の正体を教えてやるにゃ。第一章。実験室で生まれた悪魔の成分。そもそもどうしてカロリーがゼロなのにあんなに甘いのか不思議に思ったことはない。その秘密が原材料名によく書かれているアスパルテーム、スクラロース、アセスルファム K といった人工甘味料よ。名前からしてなんか科学っぽい響きだね。そうなの。これらは植物から取れた糖分ではなく、全て実験室で人工的に合成された化学物質。その甘み度はなんと砂糖の200倍から600倍と言われているわ。600倍。そんなのほんの少し入れただけで激甘じゃん。その通りよ。だからごくわずかな量でジュースを甘くできるから全体のカロリーをゼロに偽装できるの。しかも驚くことにこれらの成分の多くはもともと別の化学実験や兵器の研究の過程で偶然ベタベタして甘かったからという理由で見つかったものなのよ。人間の体は何百万年もの歴史の中で地球上に存在しなかった化学物質を処理するようには作られていないにゃ。お前たちは命を育む食べ物ではなく実験室の工業製品を喉に流し込んでいるのさ。第2章。脳のバグ。なぜ逆に太るのか。でもさ、いくら工業製品だとしてもエネルギー、カロリーがゼロなら体に脂肪がつくエネルギー自体がないんだからやっぱり太らないんじゃないの。そこが人工甘味料の一番恐ろしいわな。脳のバグよ。私たちの舌が砂糖の何百倍もの強烈な甘みを感知すると脳は大量の糖分、エネルギーがやってくるぞと身構えるの。喉が渇いてるしエネルギーを吸収する準備をするよね。けれど実際に腸に届いたのはカロリーゼロの化学物質。ここで脳はパニックを起こすわ。おかしい。あれだけ甘かったのにエネルギーが全く来ない。騙されたってね。脳がバグっちゃうんだ。そうなの。裏切られた脳は強い飢餓感を出してジュースを飲み終わった後や次の食事の時にもっと甘いものを食え、もっと炭水化物をよこせと異常な食欲の指令を出してしまうのよ。ある研究ではゼロカロリー飲料を飲む人ほどその後のドカ食いが増えて肥満率が上がるという結果も出ているわ。甘いのにエネルギーが来ないという裏切りを繰り返された脳は摂食中枢が完全に狂ってしまうにゃ。ゼロカロリーを飲んでいるやつほど結局他のものでドカ食いしてしまうのは脳がハッキングされている証拠だにゃ。第3章。腸内細菌の崩壊と味覚の麻痺。さらに問題なのは人工甘味料が私たちの体内にあるお腹の味方を全滅させてしまうことよ。お腹の味方って腸内細菌。
その通り、わずか数日間人工甘味料を摂取しただけで腸内の善玉菌が激減し、逆に肥満を引き起こしやすいデブ菌が増えることが分かっているの。腸内環境が崩れれば免疫力も落ちて体調不良の原因になるわ。健康のために選んでるのに身体のバリアが壊されちゃうなんて本末転倒だよ。それだけじゃないわ。砂糖の何百倍もの強い人工の甘みに慣れてしまうと、人間本来の繊細な舌、味覚がどんどん麻痺していくの。そうなると本物の野菜や果物が持つほのかな自然の甘みを物足りないと感じるようになってしまうわよ。野生の動物がなぜ病気にならないかわかるか。不自然な人工の味に騙されないからだが、化学物質の味にならされて本物の野菜を味がしないと切り捨てる人間の舌はもはや退化していると言わざるを得ないんや。最終章、命のハンドルを自分に戻す。うわぁ、良かれと思って飲んでいたものが脳をバグらせて舌を麻痺させていたなんて。じゃあ僕たちは喉が渇いた時一体何を飲めばいいんだよ。そんなに絶望しなくて大丈夫よ。アキラくん、特別な高級ドリンクを買う必要なんてないの。私たちが前回の動画でも学んだ養生の基本に立ち返ればいいだけ。余計な化学物質が入っていない本物のお水や昔ながらの麦茶、番茶を選ぶこと。お水や普通の麦茶でいいの？人間の身体はすごいのよ。人工甘味料をピタッとやめて本物の水分補給を続けていれば、麻痺していた舌の感覚は数週間で自然と元に戻るの。企業のカロリーゼロという便利なマーケティングに命のハンドルを握らせないこと、それが一番の近道よ。気づいたなら今日から変えればいいんや。変な化学物質で喉を潤すのはやめて本物のうまい水を飲むのにゃ。あ、それと俺の皿の飲み水も水道水じゃなくてちゃんと浄水器を通した本物の水にしてくれにゃ。ボロボロ。未来の健康を守る鍵は巨大な食料システムやゼロという数字に身を委ねることではなく、あなたが裏のラベルを見て自然なものを選ぶ、その目の中に静かに眠っています。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。